長く一本線で綺麗に引くとかよく聞くと思うんですけども、実際全然そんなことないんじゃないかなと思ってます。ブルアカさんのキャラクターの方描かせていただけたらなと思います。一番重要なのはパーツ一つ一つが見えるっていうところになりますね。はじめまして、イラストレーターのシワと申します。この講座では自分が1枚のイラストを描く時の技術だったり、自分が気をつけているコツなど、そういったものを身につけることができる内容になっております。技術に関しても難しいことはほとんどしていないので、イラスト初心者さんにもかなり真似しやすく見やすい内容になっているのではないかなと思います。こういう絵柄で描きたいと思った方々に伝わりやすいように解説いたします。ではこれから線画についてやっていきたいと思います。このラフから線画を撮るとき定まったルールみたいなものがありますので、そちらの方を先に解説させていただけたらなと思います。まずこちらの方をご覧ください。簡単に言いますと、凹まってるところはラフの線の一番内側を撮る。大きく膨らむところはラフの外側の線を撮るといった感じになっています。体のラインで今回表してますけど、他の部分も同じですね。凹ませたり膨らませたりといった一番大きく見える部分を、自分の目で自然に見ているのかなみたいなのが個人的な印象なので、そういった部分を踏まえて、ラフの方を描いていけたらなといった感じです。試しに顔の方だけ先に描いてみますか。使うペンですが、自分は G ペンの方を手ぶれ補正少し大きめにしたやつで描いていくんで、最初自分は目から描きますね。結構画面に近づけながら自分は描いてしまうんで、こうすると綺麗な線が描けるんでね。この辺はそんなに難しいところはないですね。うまくいってこちらの下側の方が若干影になりがちなところなので、こちらは濃く描いて、まぶたの上の方は少しだけ薄く描く。気をつけるところはだいたいこんな感じですかね。強弱は重要ですね。太いところから細いところに行くというのが重要になってきますんで。若干こっち側を向いてるんで、目的にはこちらの枠を太く、こっちの方を少し細く描いてあげると、線だけでもしっかり立体がつけられるようになっています。ここら辺のレイヤー分けはかなり重要なんで、なるべくしてあげると後でいいことになります。分けるレイヤーはまぶた上とこちらの方と、あと目ですね。こちらの目。これさえ分けてれば色乗せるときにかなりめちゃめちゃ楽できるんで、これだけはやってもらいたいなーっていった感じです。今回ね、笑っていてほっぺがつり上がっている感じなので、この部分若干潰してあげるような感じでしてあげると、細い線の中で表情が出てくるんじゃないかなーって感じです。太く、細く、また太くですね。これだけでも全然見え方が違ってくるんで、かなりおすすめです。真ん中に沿わせてあげるのもいいかもしれないです。鼻に向かって少しだけ細くラインを酔わせてあげるみたいな感じで、ここら辺中心にですね、内向きなので、今回こっち側を太く、こちら側を細く酔わせてあげて、ほっぺたで上に上げてあげると。細い線でもね、こうやって目だけでもいろんな表現ができるんで、覚えておくといいんじゃないかなといった印象です。目についてはこんな感じの線画になりますね。次から綺麗な線の引き方とか解説していきますんで、こちらの方でよろしくお願いします。ではこれからセクション5、綺麗な線の引き方について解説させていただけたらなと思います。よく聞くのが、長く一本線で綺麗に引くとか、なるべく画面を近づけすぎないとか、重ねすぎないみたいな、よく聞くと思うんですけども、実際全然そんなことないんじゃないかなって自分の中では思ってます。自分もですね、めちゃめちゃ近づけて、で何本も線を重ねて、こんな感じで描いていくところがあるんで、結構そういう人多いと思うんですよ。で、なんでね、小さい太い線でどういう風に描いていったら綺麗になるかっていうのを解説させていただけたらなと思います。先に輪郭描いていくんですけども、一番重要なのはパーツ一つ一つが遠くから離れても見えるっていうところになりますね。例えば鼻なんかはちょんだけで終わってしまうところがよくあるんですけども、自分の中ではもう少し太くしてあげて、光がこちら側から差し込むんだったら黒色の影みたいなイメージでこちら側に黒いポツを入れてあげると、そうしてあげるとしっかりと鼻のてっぺんがここにあるよっていうのがわかるようになるので、こういう部分はなるべく太めに描いてあげた方がおすすめです。口に関してもそうですね。なるべく細いところを細くして、笑っている先端の部分が口の厚みを見せてあげるために、これ分だけ太くしてあげると。唇のこの部分のとんがりを表現するために、真ん中に行くたびに沿わせるほどに細くしてあげると。で、こちらの方はまた太くですね。立体を表すために。そういう細かいところを描写してあげることで、平面的なイラストにならないといった感じでおすすめになってきます。で、輪郭ですね。さっき言った線画の取り方を中心に、目元を膨らむ内側の線に沿わせてあげるんですけども、この部分を細くしちゃうと、この隣接するこちらの耳の方がどうしても
近く見える印象になっちゃうんで、ここはもうラフの線をそのまま沿わせるように結構太く描いちゃうんですよね。そうすることで、ここには距離がありますよっていう。で、そうしてあげるとね、自分が顔のここを見せたいっていうのがしっかりと現れてくるんで、線画の強弱を気をつけながら置いてあげると、こういう風に細い線を重ねて太い綺麗な線にするっていうのも一つの方法なので、描写してあげたらなっていった感じです。こちらの部分をかなり太くしてるんで、細さが際立っていい感じですね。で、黒い影の色をつける感じで、方、分厚くしてあげて、耳描いてあげると。輪郭に関しては大体こんな感じですね。綺麗に一発で引こうって考えれば、あんまりおすすめできないですね。どういう風にその線を綺麗に見せるかっていうことを注視できるかを考えてあげるといいかもしれないです。それでは、色トレスについて引き続きやっていきたいと思います。色トレスというのは、線のところに色を入れて、色と線のなじませみたいなのが主な目的だと思いますが、実際のところ、どういうところに色トレスしていくのかが全体的にやっていこうかなと思います。今回、顔の部分のですね、口だったり、そういうところの黒色が若干色が濃すぎて浮いてるような印象が持たれるので、最初はこちらの方に色トレスをしていって、色をなじませていきたいと思います。こちらの方に使用する色はですね、こちらの目の下の部分の肌をなじませる色で、こちらを使っていこうと思います。主に肌色には赤色の暖色系の色がいいかなといった印象です。少しだけサイドを赤くしてあげて、その根元だけですね、赤くしてあげると、だいぶ柔らかい印象に見えるかなと思います。眉毛の部分もですね、こちらの方は髪の毛の色をとって、髪の毛の暗い色をイメージして色トレースをしていってあげると、だいぶ馴染んだ感じになります。輪郭の線も同じですね。輪郭の線で主に色トレスをする部分は、目元の縁の部分と顎のラインですね。ここら辺を重点的に色トレスしていってあげたりすると、柔らかい印象になります。実際にやっていくと、こんな感じでかなり柔らかい印象になります。他にもやりたい部分があって、首とシャツの間のこういった影になる部分ですね。こういう感じで馴染ませてあげることで、肌が暖かくなっているんだなということが描写されていっていると思います。他の部分もですね、例えば髪の毛の線画だったら、肌色に近い部分の色を取ってあげて、少しだけ濃くしてあげて、先端の部分を少しだけ薄く塗ってあげると、これだけでも雰囲気がだいぶ変わるので、色トレスをする部分というのは、隣接する部分を中間の色で塗ってあげるといった風にすると、かなりいいのかなと思います。他の部分も色トレス一緒にしていきたいので、最初に下塗りの方だけしていきますか。こういう風に髪の毛を実際に塗ったわけですが、こちらの髪の毛の色トレスについては、グラデーションを下から上にかけてあげると柔らかい印象になるかなと思います。一番遠いシルエットが後ろに来る部分の髪の毛の線画の部分を髪の毛の色に寄せてあげると、こうしてあげることで、後ろの髪の毛は少し透けて見えますよということが、線だけでも表現できるようになります。次は服ですね。どの部分に色トレスをしていくかということを解説させていただきます。入れる場所のメインは首のパーツの頭のパーツの隣接部分ですね。襟元だったり、手は見えないけれども手があるよということを伝えるために、ジェラの部分だったり、足元の暖かさを表現するために、コートの中でもありますからね。こちらの中の部分が表現してあげることで、暖かさが表現されていくのかなといった感じです。他にもね、空気を表現したい場合には、先端の部分を赤くしてあげたり、空間の部分を取ってあげることで、ここに隙間が存在しますよということを表現できるようになるので、要所要所に合わせた色トレスの仕方が必要となってきます。これだけでもかなり印象が変わって見えますね。色トレスについてはだいたいこんな感じですね。どの部分が暖かいか、どの部分に空間があるかということを意識しながら描くことで、かなり汚い感じですけども、これだけでもかなり線画の表現ができたのかなといった印象ですね。ここからはクラスプラスの内容になっております。体中心部の理解について解説させていただきます。自分はこういう風に体を描くとき、こんな感じに下書きをして、こちらのイラストまでに仕上げていきます。体の比率を理解していないと、どのように描いていいかというところがわからないので、まずはそちらの方の解説からさせていただきます。体の比率というのは、方針が違っても体の長さの規則がありまして、こちらの真ん中の方ですね、6頭身のキャラクターの分割になっていますが、まず1回目分割させていただきます。
頭から腰に向けて、足に向かって、こちらに関しては第1の同じ比率で捉えられます。さらにそこから前腕から上腕、こちらの方も同じ比率で例えられます。足の方もですね、こちらの方もほぼ同じ比率で書けるようになっております。腕に関してもそうですね。手首を中心に手の甲の下から、こちらも大体同じような形で捉えられるようになっています。この比率というのは他のキャラクターでも変わらないですね。キャラクターというものを描く上にあたって少し足が長かったりなどすることはありますが、このように体の比率というのは覚えておいて損がないんじゃないかなと思います。他にも体の比率を書くにあたって便利なところがいくつかありまして、腕の関節の部分、腰のおへそあたり、こちらの部分で曲げられるような形になっております。他にも顔に対して肩の広さ、こちらの方の比率はだいたい顔2個分、腰のへその位置と膝の比率はだいたい 1.5 個分、腕の関節部分はおへそのラインを通って同じ比率、足の方も同じ比率で書いてあげる。ある程度自分の中でバランスをしてあげてると、上から順に書いていったとしても、ある程度人の体として成立させてあげられることができます。覚えておくといいかもしれません。体のバランスは必要な分割の部分というところを覚えていきましょう。それではボーナスチャプターということで許可をいただいたということなので、ブルアカさんのキャラクターの方一人書かせていただけたらなと思います。習ったことのおさらいということも含めて、構図ラフからパララフ、色塗り仕上げの方までの一通りをやらせていただきたいと思います。